マサチャンネルを助けると思ってチャンネル登録をふっと置いたところにふっと置く一番いいとこ、一番座りのねいいところ出ました。ケツの座りの悪いと書いて迷わずかかといくね。出ました。もう迷う中じゃないはずさ。さあ非力な小さいおじさんがどこまで倒せるか。シュイン。あやっ。はい、というわけでですね、サイクルロード伊藤さん、元往復レンタル大宮差し置き店から本日もレンタルいたします。2週連続ですね。先週 V ストローム250を 250SX ですね、こちら乗りまして、そしたらね、これ乗んなきゃダメだろうってことでですね、今日はこちらですね、V ストローム250です。いや、実はね、ずっと乗りたくて、しかも乗ってほしいというね、リクエストがかなりいただいてた車両です。でこれはですね、2022年モデルかな。まだね、2000キロぐらいしか走ってないね、結構新しい車両となってます。で、エンジンが、もうね、言わずとしていた名機ですね。2気筒パラレルツインですね。SX は単気筒の幽霊です。もう売れに売れまくってるアドベンチャー、僕がね、レビューする必要もないと思ってね、全然乗ってなかったんですけど、メーター小さいですけどね、すごいね、やる気にさせるようなメーターですね。さあ、エンジンかけます。あ、これ鈴木イージーなんとかスタートなんとかなんとかじゃないんだね。お、意外と重低音だな。今日また赤城山行きます。はい。いいね、今ね、赤城ね。いや、今日めちゃくちゃいいと思いますよ。最高だね。はい、ありがとうございます。今ね、会長さんに挨拶していただきました。今日でもうちょっとバラバラって音つながるかなと思ったけど、意外と SX よりいい音してんじゃないのこれ。よし、まさしくファーストタッチです。またがってみません。で、これね、どうしても前回 SX 乗ってるんで SX 比較のレビューになりがちだからしません。概要欄に SX のレビューが載ってるので、なので今日は SX 目線では見ません。単純に V ストローム250として見させていただきます。せーの、よいしょ。お、よいしょ。さあ、足つきどうだ。そういうこと。なんかもっと重厚感がある太い感じかと思ってたら、割とスリムなのね。俺もっとスリムじゃなくて、もっとなんか、重厚感があってこうボーンって太いのかと思ったらそうじゃないんだね。ハンドルがすごい絞ってあるっていうけど、そんなに違和感ないかな。もうちょっとこうバーの方が、いやでも引っ張ってあってすごいハンドル近くて、これはすげえいいよ。もうちょっと広かったらこうなったらいいのかなっていう感じはするけど、ハンドルが SX に比べて激近です。そして意外とシートもそんなに太くないんだね。そう、これね、これさ、ちょっと上から見れるかな。ここは太いく感じるんだけど、実際にここまで丸くなってるから、シートの座面ってこんだけしかないのよ。けど、ここはこんだけ太いからね、ここに座ってどんだけ痛くなるかなんだよね。シートはこれ柔らかい。SX に比べて全然柔らかい。よし。うわ、足つきはこれはやばいぞ。800ミリ。スタンドも払いやすい。
これすいません、僕でもベタ足なんですけど、両足。かかと着地、片足だと完全にかかと着地しますね、これ。よし。いきますよ。おお。全然何の違和感もなくいくね。ああ、なるほど、こういうことか。ファーストタッチした時はそんなに気にならなかったけど、確かに言われてみたらハンドルがすごいこっち向きになってる気がするね。まあ慣れだけどね、すごい近いハンドルが。ちょっとね、数百メートル走ったこの感じってすごく大事なんですけど、すごいね、全体が柔らかいです。サスペンションとかそういったものもね、全て含めて。そしてパワーの出方が SX と、またダメだ、 SX の比較になっちゃうな。パワーの出方がすごいね、穏やかですね。こういうとことか一足とかでヒュッてこう回しても非常に穏やかです。これをね、パワーがないというのか穏やかというのかは人それぞれの感覚だとは思いますけども、非常に優しいパワーの出方をしてますね。ああ、なるほど、これがハンドルが違和感があるってことなのかな。でクラッチはね、軽いですよ。めちゃ軽いけどそこそこ節度感がありますね。うん、なんかおもちゃみたいなクラッチではない。この四角いミラー見やすいな、後ろ。ああ、でもね、意外だったな。こうまたがった感じがもうちょっとこう大きい感じなのかと思ってたけど、すごいコンパクトだね。発進しやすいな。よくね、ギア比をフロント1丁上げるカスタムが多いって聞きましたけど、ノーマルだとすごいね、多分低速に振ってあるんだと思うんですよね、力強くするために。だから発進しやすいのかもしれない。そして僕スズキの特徴だと思ってたんですけど、このシフト、よく言うとすごく柔らかくてスコスコ入る。で悪く言うと節度感があんまないっていうこのシフトなんですけれども、そうね、V ストに関してはそんな感じないな。ちゃんと節度感があるね。やっぱ個体差なのかな、ちょっと。ちゃんとガチャガチャっていう感じがするね。割とスズキのシフトってこうスコ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 入って節度感があんまないんだけど、柔らかくてスコスコ入るっていうイメージがあったんだけど、これはちゃんと節度感があります。でメーターなんですけど、白黒のねこのメーターなんですけど、非常に見やすいです。今後ろから太陽当たってるんですけど、すっごい見やすい。変にねカラーとかしなくても僕は全然いいと思ってるんですけど、すごく見やすいですね。今5速で、50キロぐらい、4500回転ぐらい、6速入れると4000回転。やっぱすごい力強いんだな。SX の比較になっちゃうと、やっぱり SX の方がねもちろん力強いですね。それとね、これね、ニュートラル、この車両はめっちゃ入りやすいね。なんかよくわかんない。 SX はちょっとニュートラルが入りづらかった。個体差だと思うけどね。ギア抜けもしたんだよね。これはそういう感じはなさそうです。でポジションなんですけど、極めてハンドルが近いっていう風にね最初お伝えしたんですけれども、ハンドルの位置としてはね極めてやっぱ近いと思いますね。ニュートラルです。すごい直立、土直立かな。今ねシートの一番いいところに座ってます。で手を伸ばすじゃないですか。背骨は地面と直立で、まっすぐこう手伸ばしてふってこう下ろすと、このよく豆ができるところあるでしょのちょっと下です。だから握ろうと思うとちょっと前に行くね。だから見えるかな、こんだけ前傾、こんだけなんで、他の人が横から見た感じとしては土直立だと思います。ただ乗ってる方としてはほんのり前に傾いてるかなっていう印象です。僕の身長165センチ、164センチですね。その身長でそういう感じ。そんでシートだな。やっぱ最初言ったように座面がそんな広いわけじゃないのよ。
だから高速巡航時は割とこのシートのね後ろの方に少し座ってちょっとね座面の面積を稼ぎたいところではありますね。でナチュラルに座りのいいところですね。ケツの座りの悪い都会でっていうね、流してください一番いいところに座った状態だとそんなに座面は広くない。これ思ったのとちょっと違うな。もうちょっと座面が広いかと思った。やっぱり万年受けするために割とシート高を低くしようっていう努力が伺えるんだと思いますね。僕の身長164センチでね、片足かかとからつくぐらいのシート高ですから800ミリっていう数字に騙されてると思うんだけどね、意外と高いなって思ってる方いらっしゃると思いますけど、これはめちゃくちゃ足でつきます。SX もそんなに僕は怖くなかったですけど、ローダウン症候群とか足がべったりつかないと怖い症候群の方にとってみれば SX はちょっと高いかなと思うんですね。僕でそうね、母子球がつくかな、片足がっていう感じなんですね。やっぱりその835ってこの3センチ5ミリで全然違うから、でこの800ミリっていうのは800ミリの中でも相当足がつくと思います。ちなみに僕が乗ってるクロスカブ780いくつだと思うんですけど、これよりもちろん低いんですよ。低いんですけど、シート高はそうかもしれないけど、シートが非常に横に広いシートなんですよね、クロスカブの場合。なので実はクロスカブよりこっちの方が足がつきますよ。パッとした感じでね、もうバンとこうかかとからついちゃうんで、見えるかな、パンと、せーの、パンってかかとからついちゃう。だからこれ相当低いです、足つきは。クロスカブより低い。低く感じるね、感じる。実際の足つきも足つきます、ちゃんと。でもね、ここまで走ってきてよくこう言われてるこのハンドルのこの絞りすぎでしょっていうのも全然感じない。まあ慣れだと思うし、要するに絞ってるってことは肘が内側に行くじゃんってことは自然にこう前傾になるスタイルなんですよね。非常にいいと思いますけどね。ただ最近のトレンド傾向から言うと少し横にフラットになってるバーが多いから、それからするとちょっとこうすげえ絞ってるなっていう感じがするんでしょうね、きっとね。でね、意外にもね音がしっかりきますね。実はスズキのバイクって本当静かに作ってあるなっていう印象が僕強くて、それにねやっぱり一番感じたのはね GSX-8S それから V ストローム 800D を乗った時に、最新のエンジンだっていうのもあるんですけど、すごい静かだったんですね。でホンダってサウンドチューンしてるってよく言うじゃないですか。だからライダーに心地いい音が届くと、トランザルプとかもそうなんですけど、すごいね、なんていうのかな、すごいこうやる気にさせる。特にトランザルプなんか上で回った時の音とかすごい良かったし、 X400 とかもすごいね、やっぱ回った時の本当やる気にさせるような音がするわけですよ。けど鈴木ってね割とね静かなイメージがあったんですけど、この V ストに限っては街中走ってる感じだとすごいね音が、低音がね響いて気持ちいいですね。ただ今ちょっと60キロで走ってると音は静かになるんで、多分この初期のね初期のこれがねすごく低音が効いてて気持ちよく作ってあるんじゃないかなと思うんですよね。で今ねここ止まるとき、それから何回かこう信号待ちで止まってますけど、止まる時の安定感がすごいですね。クラッチこれどうかな、アクセルひねらなくてもこれロー RPM ついてるのかね、ちょっと分かんないですけどスズキのロー RPM アシストっていう、こうつなげるとアイドリング少し上げてくれるやつあるんですけど、演奏しないね。した割としづらいと思いますよ、演出と。発進がねとにかくしやすい。で発進に関してはクラッチがつなぎやすいというよりはアクセルの初期レスポンスをこうわざとだるく作ってあるのね。こう止まるときこれねすごい安定感。これはね僕が乗ってる VFR800X ってクソ重いんですけど、あのバイクってね止まるときちょっと怖いのよ。なんかフラッとして重心が高いんですよね。でこのバイクは割と背が高いようなイメージで作ってありますけど、すごく低いし逆にね高く見えるんだけどね、 SX がすごい高いけど、これは割と低重心で止まるときにねすごい安定してます。
だからなんか足つき怖いとかっていうのって割とその足がつかないっていうのもあるけど、こう止まる時のこれね、この時にこう傾いてこう止まりやすい、まあちょっと表現難しいけどね、傾いて止まりやすいものっていうのがあるんですけど、 VFR800X って背高くてすごくなんかちょっとこうド直立で止まるのって結構難しくて、こうちょっと傾くことが多いんですよね。けどこのマイクは本当にまっすぐ止まりますね。これはね CB1300 で思ったことと割と近いかもしれない。すごい止まる時の安定感がすごく強くて、直立安定度が高い。回すと静かだな音。今60キロ、ウィンドプロテクションもね、このスピードじゃ分かんないけど、そうですね、こうやった感じでは顔ぐらいから渡ってくるかもしれない。これはね、高速インプレッションで詳しくお伝えします。一応マサチャンネルはレンタルバイク出たもの勝負の時ね、4本動画を作ってます。足つき取り回しチェック、それからワインディング、それから高速道路、それでこれですね、ファーストタッチ、総評、燃費報告っていうね、4つの動画を作っております。概要欄に全てリンクしてありますので、できればご覧になっていただきたいなと。そうすればね、V ストロームのこと全てわかるかなと思うんですが、見れない場合にはまだ公開日になっておりませんので、少し時間を置いて見ていただけるとありがたいかなと思います。それではね、これからね、せっかくこういうね、いいバイク乗ってるんで、ちょっとね、いつも行ってる奥多摩周遊道路ではなくて、ちょっとツーリング的に楽しみながらインプレッションをしていきたいと思うので、赤城山へ向かいたいと思います。で、割と高速道路も長い距離走るので楽しみですね。どういう感じだか。いやー、止まるとき安定してる。今足ついた直立のまま止まっちゃって、こうふーって傾いて今足ついたみたいな感じだね。これ本当安定してるわ。これは怖くないですね。で、これから赤城山行くので、ここでね、赤城山行って高速道路乗って全部乗って最後返却する前にワープします。そしてね、マサチャンネルの体がどのようにダメージしているのか、そして燃費がどのくらいなのかというのをですね、皆様に報告したいと思います。とりあえずここまでのネガ情報はほとんどないんですけど、やっぱり僕が主にシートかなと、シートでお尻が痛くなるかどうかなっていう感じですね。ステップの位置とかも少し前だから踏ん張れるんで痛くならない感じはしつつ、ちょっと座面が細いぞというところに、ちょっと気になるところもありますね。それをね、皆様に報告したいと思います。ウィンドウプロテクションとかね、その辺も報告したいと思います。それでは画面が走行後に切り替わります。はい、画面が切り替わりました。277キロです今で、 ETC カードを忘れたんで現金払いなんですよ。これもうね、一番めんどくさいのよ。これ一番めんどくさいのこれ。よいしょ。ということでね、 V ストローム250ですけども、今4時48分で11、12、1、2、3、4、5だから7時間約ほぼ乗りっぱなし278キロ走っております。そしてね、これ、一番最初にこれシート痛くなりそうかなっていう話をしたじゃないですか。でこれもね、みんな一番気になってる情報だと思うんですよね。シートが痛くなるかどうか。これなかなかね細いんですけど、ちょっと柔らかめではあります。ただ座面があまり広くないんだな。じゃあこのシート7時間278キロ乗って、マサチャンネルのケツがですね爆発したのかどうなのかというところです。参りますよ。 V ストローム250で検索してですね、この動画にたどり着いた皆様、マサチャンネルのお尻が痛くなりませんでした。おめでとうございますこれはね、ちょっと細いんだけど、いや、よくできたシートだよ。柔らかさが絶妙なんじゃないかな。このね、マサチャンネルの桃尻にですね、非常に合ってますね。ただ、このね、前の方はね、これ座面結構ね、
狭くて、こう丸くなってんだな。ここに座っちゃうと、やっぱり痛くなると思う。少しやっぱり後ろ目の、ちょっと後ろ目に、ちょうどね、こう、タンデムのところがこうちょっと盛り上がってるじゃないですか。ここに尾てい骨がつくぐらいの感じで巡行してると痛くならないです。で、もちろん街中だと足つきとか考えてこう前に行きたいとは思うんですけど、後ろ行ってもこれ足つきバリバリつくんで、ほぼ問題ないと思うんですよね。なんで、座面は狭いです。コツがいります。ただ、広いところで乗れば、絶対にこれ痛くならないです。非常によくできたシート。柔らかくてね、すごく優しいシートですね。そして、よくネガティブ情報で出てくる、このハンドルのこの絞り角ね。これが非常に違和感あるっていうことなんですけど、これはね、マサチャンネル時にはあんまり気にならなかったんですけど、これね、解明した。気になる人は気になると思うよ。なので、これね、止まった時に解説します。なので、給油まで待って、給油の時にね、解説します、これは。あ、なるほどなって思いますよ。で、高速道路とかもほぼほぼ問題ないんですが、やっぱりね、車体に対して、パワーがやっぱアンダーパワーですよね。なのでね、なかなかなんですけど、ローギアードに作ってあるんですよ、これ。なので、これね、100キロ何回転って言いたいんだけど、そうすると、この動画見ただけで終わっちゃうから、高速道路編を見てください。高速道路編を見たらわかる。100キロで回ってる回転数がね、結構回ってるんだわ。なので、意外かもしれないけど、振動がきます。こう、痒くなってくる系の振動が手と足にきます。で、そうね、エンジンがうなってなくて心地いいかなっていうスピードね、こうスピードメーター見ないで心地いいかなっていうスピードがね、マサチャンネルの感覚として、93から96キロぐらい。細かい？それ以上回ってくると、エンジン回ってんなっていう感じがします。なので、心地いいなーっていう感じで走ってると、そのくらいのスピードになるのよ。だから、100キロに行くと、結構回ってるって感じするよ。ただ、120ぐらいまでは問題なく出ます。だから、その回ってるところに慣れれば、全く問題ないです。直進安定性、めちゃくちゃある。そして、レーンチェンジも非常に軽い。で、ウィンドプロテクションも、そうね、ちょうどね、目から下は全然守られます。肩もね、意外とこんだけ細いんだけど、肩も意外とスロスロしか当たらない。だからウィンドプロテクションも素晴らしい。ただね、足には割と当たりますね、風が。冬は足対策、足の防寒対策が肝になってくるかもしれない。で、一般道で走ってる時もシフトも気持ちいいし、クラッチも軽いし、で渋滞で熱がこうね、ファンが回って熱が上がってきてもそんな熱くないし、非常によくできてる。メーターも逆光でも見やすいし、初期の発進の時のね、アクセルレスポンス、それからクラッチミート、非常にやりやすいです。だから一般道でもすごくいいね。でとにかくね、これ足つきよ。これね、足がつかないと怖い症候群の方にとってみたら、俺の身長165って、ごめんなさい、サバ読んだ。164センチでも、もう思いっきり足からじゃない、かかとからいけるぐらいの足つきなんで、これはね、一般道でも高速でも非常にいける。ただ、高速道路は余裕がないことは確かです。エンジンにですよ。車体には余裕があっても、エンジンには余裕がないです。あとね、ネガ情報がね、ないよね。本当によくできたバイクだわ、これ。これはね、本当に売れると思うよ、これは。で、あと、苦しいところっていうか、こうきついところ、お尻痛くないでしょ。で、だいたい肩とかがちょっと痛いかなっていうのはあってもいいかなと思うんだけど、肩これ全然平気だよ。だから、ハンドル近いね。これはね、別動画で SX との違いをお伝えするので、ここでは明言を避けたいんですけど、
SX の方がね、ハンドルが平らな、フラットな分、若干、グリップ半個ぐらいかな、若干遠いと思いますね。ブイスト25の方が絞られてる分だけその分ちょっと近い感じがしますね。で、その分肩が痛くなったりとかしないんだと思うんですよね。首が痛くなったりとか。で、最初にお伝えした通りなんですけど、この垂直安定性、直立安定性がね、素晴らしい。だからさっきの止まったとことかも、ほんと最後足がつくみたいな感じだし、ほんとよくできてますわ。これはよくできてますね。買って後悔するってことはまずないでしょうね。あとは燃費とこの絞られたハンドル、これが合うかどうかだね。その辺についてはね、ちょっと給油の後にお知らせしたいと思います。さあ、それでは給油していきましょう。そうそう、ニュートラルね、この子は入りやすいですね。スタンドも出しやすいです。タンクは普通にですね、普通のタンクですね。普通のタンクって変な言い方だけどね。これは普通に、これでも下まで入っちゃうの、これ。これね、ストッパーがないから下まで入っちゃいますね。タンクがね、意外と細いけどね、17リッター入るからね、これありがたいよね。多分燃費いいと思うから、この燃費で17リッター入ったら相当だよね。相当な航続距離のはずだよね。はい、これで、閉じれば、ぽっこしですね。OK ですね。で、燃費ですが、ここまでの走行距離が 283.3 キロ。給油量が 8.74 は 32.41。やっぱ30キロ超えるよね。しかも、このバイクね、多分ね、高速道路行くと結構回っちゃうから、結構ね、回して乗っちゃったのよ。だから多分ね、一般道とかしたらもっと全然いいんじゃないかな、このバイク。はい、お待たせいたしました。絞られたハンドルが違和感があるのかないのかっていうところなんですけど、私、マサチャンネルは違和感がなかったです。で、なんで違和感がないのかっていうのと、どういう人が違和感出るのかっていうのがちょっと分かったんですよね。で、それをお伝えしようかと思うんですけど、ちょっと上から見ると、絞られてるんで、こういう風に角度がなってるじゃないですか。フラットだとこうなってるんだけどね。で、こういう風に握ると、実は、スーって握ると、ちょっとこう、映るかな？わかるかな？こういう棒に対して、こうまっすぐじゃなくて、少しこういう感じで入ることになるじゃないですか。こう絞られてるから、こうなりますよね。なので、人差し指と中指と親指、この辺でちょっと握ることになるのね。で、こっち側、小指は、ここ、浮きやすいんですよ、こっち側が。こうなってるからね。こういう風になってるから。ブレーキングとか、それからクラッチ操作をしたときに、人差し指と中指で操作してる方は、こっちがこう浮いてるじゃん。こうやって。こっちのね、こっちが浮いてるじゃん。だから、人差し指と中指で操作しようと思ったら、こう握り替えなきゃいけないんですよ。ちょっとこういう感じで。こういう風にね。もしくは、ぐっとこう握ってるとこが最初からこっち側で握ってることが多いと思うんですよ。ここで操作する人は。だから、必然的にちょっとこういう角度に肘がならないと、人差し指と中指で操作しづらい。ってことは、無理にこう、ちょっと肘が絞られるんだよ。本当ね、絞りハンドルっていうぐらい。だから、本当にこう、肘がこう絞られた感じで、こっちの薬指、小指ら辺でこう握ることになると思う。で、こういう方は、多分、すげえ、こう絞られんな、こいつ、みたいな。なんかこう、すげえ絞られるぞっていう感じで違和感出ると思うんですよね。けど、私、またチャンネルはですね、今自分の名前かもふとしたよ、俺。割とですね、こっちで、ブレーキは実は僕中指1本なんですよ。そしたら、ここも握ってるの。ここも握ってて、小指も握ってるの。こういう感じで。人差し指握ってて、小指も握ってて、で、中指だけでこうグッってこうブレーキングしてるんですね。こういう感じで。で、クラッチも、僕ね、ここで握ってて、こっちの3本ですること多いんだよね。こういう感じに。
こういう感じ。そうすると、こういう棒に対して、こうやって握って、ここはさ、くっついてるじゃん。ここが。人差し指と中指ってこうくっついてんだよ。人差し指、そうそうそう、人差し指と中指ってこうくっつくでしょ。だから、何も違和感なく、スッとこう指を出すと、この絞られたハンドルの一番いいところ握った状態で、レバー操作ができるんだわ、僕の場合。だけど、さっき言ったように、小指を握って、人差し指、中指でこういう風に操作する人は、こんな感じで握られたところから、こういう風にこう握り返さなきゃいけない、こうやって。ちょっとこうやって。だからなんか違和感があるのと、普段乗ってる時に最初からこうグッとこうされてる小指、人差し指で、小指、中指で握ってる、小指、薬指で握ってる方は、少しこう、ちょっと無理やり絞られてしまうので、違和感が出るんじゃないかなっていうことですね。これはね、レバー操作の指を変えるとか、いろいろこう対処方法はあると思いますけど、やっぱり最初にこう自分がそういう乗った乗り方っていうのがすごくこう体に染みついてると思うんで、やっぱりここで操作してる人っていうのはなかなかこっちに変えろって言われてもできないと思うのね、違和感出てて。そういう方はね、結構違和感があると思う。ただ、僕が思うに、慣れですよ。慣れだと思うよ。多分レビューとかで、その辺つろちょろ乗って、うわ、違和感あるなって言ってる人がそういう風に言ってるでしょ。もう実際今日、まあ7時間ぐらい乗って、大して違和感出なかったよ。はい、っていうことでですね、V ストローム250ファーストタッチ総評年表告というね、動画の締めになるんですけれども、最後にね、なるほどって思った。これさ、ヘッドライトさ、別にあんま暗くはないけど、いや、久々にこの電球の見たね、ハロゲン。いやー、改めて見るとあれだね、時代劇のアンドンみたいだね、これ。まあまあ、でもね、電球ですから、LED に変えればいいことなんでね、明るくもなるでしょう。そしてですね、V ストローム250に関しては、このね、ファーストタッチ総評燃費報告と、足つき取り回しポジションチェック、それから高速道路、ワインディングと4つの動画となっております。そしてですね、またチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、よろしければチャンネル登録を、よろしければというか、またチャンネルを助けると思ってですね、わずかな広告収入がですね、レンタルバイクの資金になっております。なのでですね、ぜひチャンネル登録をお願いして、まさチャンネルを助けてください。それでは、まさチャンネルこれにて、さようなら。